もう終わりだわ。所長の絶望的な声が赤い警告灯に照らされたサーバールームに響いた。俺は地方の赤字続きのテレメディカルセンターで働くただの IT スタッフ。仕事は与えられたものをこなし、給料をもらう。それだけでいいと思っていた。真夜中に鳴り響いた緊急連絡。センターの全システムがダウンし、山奥の患者との接続が途絶えた。サイバー攻撃だ。通常なら復旧に数日かかる高度な攻撃に、スタッフたちは諦めの表情を浮かべていた。皆さん、落ち着いてください。俺は静かに立ち上がり、キーボードに向かった。指が自然と動き始める。通常のアクセス権限では、触れない領域に分け入り、複雑なコード列を入力していく。信じられないわ。あれだけのトラブルを、たった30分で復旧できるなんて、あなたは一体何者なの？所長の驚いた声に、俺は小さく笑った。そう、俺はただの IT スタッフじゃない。このシステムには、もっと深い関わりがある。モニターの青い光が俺の顔を照らす中、長い間閉ざしていた心の扉が少しずつ開き始めていた。この小さなセンターとここに集う人々のために。俺の名前は倉橋イルカ。山あいの小さな町にある遠隔医療施設、桜テレメディカルセンターで IT スタッフとして働いている。俺の仕事はオンライン診察システムの維持管理、医師と患者をつなぐ通信環境の整備、そして利用者からの技術的な問い合わせ対応が主だ。今日も俺は事務室の隅で誰にも話しかけられずに一日を過ごしていた。時刻は15時を回ったところ、ちょうどサーバーの定期チェックを終え、ログデータの記録をつけているところだった。事務室の外からスタッフたちの小さな話し声が漏れ聞こえてきた。今月も予算オーバーだって。どうなるのかね、このセンター。私、転職先探し始めたわ。俺は聞こえないふりをした。桜テレメディカルセンターは、ここ数年ずっと赤字続きだ。その経営状況は年々悪化の一途をたどり、今では閉鎖の噂が絶えない。スタッフの間でも、あと半年がタイムリミット、と囁かれ、利用者からも、このまま続けられるのか、と不安の声が上がるようになっていた。それでも、俺にとってはただの人事だった。所詮、俺は IT の修理屋。ここが潰れれば、また次の職場を探せばいい。他人の不安や希望なんて、俺には関係ない。与えられた仕事をこなし、給料をもらい、明日も同じことを繰り返す。それだけが、今の俺の生き方だった。夕方になると、窓の外はしっとりとした雨が降り始めていた。バックアップデータの確認を済ませた俺は、珍しく定時前に仕事が終わり、サーバー室の最終チェックをしようと廊下を歩いていた。診察室の前を通りかかると、半開きのドアから水口鈴所長の声が聞こえてきた。所長は大きなディスプレイに映る車椅子の少女と熱心に話をしていた。彼女はまだ20代後半だというのに、このセンターの所長を任されている若きエリートだ。サギちゃん、その調子なら来週の予定通り検査の間隔を少し上げてみましょうか。でも何か変化を感じたらすぐに連絡してね。いつでも対応するから。画面越しの少女は嬉しそうにうなずいていた。鈴先生、ありがとうございます。お母さんも喜ぶと思います。でも、センターのことで噂を聞いたんですけど。少女の言葉に水口所長の表情が一瞬曇った。だが、すぐに明るい笑顔を取り戻す。大丈夫よ。あなたたちのことは絶対に見捨てたりしないから。私がついているわ。その言葉に安心したのか、少女は小さく笑った。診察が終わり、画面が暗くなると、水口所長はため息をついた。そのまま長い間、黙って椅子に座っていた。俺は見つからないように静かに立ち去ろうとしたが、床がきしんで所長の注意を引いてしまった。あら、倉橋さん、もう帰り？いえ、サーバールームの最終チェックをしようと思って。水口所長は疲れた顔で微笑んだ。いつもありがとう。あなたのおかげでシステムが安定してるわ。仕事ですから。そっけなく答えると、所長は少し考え込むように俺を見た。サギちゃんは、ここから車で2時間もかかる山奥に住んでるの。
足が不自由だから、以前は月に一度の診察のために、朝5時に起きて準備して、母親と大変な思いをして通院してたのよ。でも今は、このシステムのおかげで、自宅で診察が受けられる。倉橋さん、あなたが日々メンテナンスしてくれるこのシステムが、サギちゃんのような患者さんの命綱になってるのよ。俺は適当に相槌を打って、その場を去ろうとした。すると、彼女は後ろから言った。明日も診察が詰まってるから、システムよろしくね。俺はただ、うなずくだけで返事をせず、黙って部屋を出た。サーバールームに向かいながら、俺は水口所長のことを考えていた。なぜあんなに熱心なんだろう。赤字だらけのこの施設が閉鎖されたって、彼女はすぐに次の仕事が見つかるだろう。若くて優秀なんだから。なのになぜ、あんなにも一生懸命に患者のために奔走するのか。仕事は仕事だ。感情を入れるから疲れるんだ。淡々とこなして、給料をもらう。それが一番効率がいい。サーバールームの扉を開け、淡々と最終チェックを始める俺の頭の中で、水口所長と詐欺さんの笑顔が何度も浮かんでは消えた。窓から差し込む朝日がセンターの廊下に長い影を作る木曜日の朝だった。いつもより早く出勤した俺は、週に一度のシステムメンテナンスを始めようとしていた矢先、ナースステーションから慌ただしい声が聞こえてきた。廊下を歩いていくと、スタッフたちが診察室の前に集まっていた。ああ、倉橋さん。看護師の一人が俺を見つけると、まるで救世主でも見つけたかのように駆け寄ってきた。大変なんです。今朝からオンラインシステムが全部ダウンしてて、診察ができないんです。俺は無言でうなずき、診察室へと向かった。入るなり、水口所長と医師たちが困惑した表情でモニターを見つめている様子が目に入った。倉橋さん、システムが全部止まってしまったの。今日は朝から重症の患者さんの予約が入っていて、このままじゃ。俺は黙ったままメインの端末に近づいた。画面には接続エラーのメッセージが表示されている。キーボードを操作して診断コマンドを入力すると、ネットワークの異常を示す数値が返ってきた。サーバールームを確認します。俺は短く言い、急いで2階のサーバールームへと向かった。ドアを開けると、いつもと違う音が耳に入る。サーバーファンの音が不規則だった。ラックの温度計を見ると、通常より10度以上高い。昨晩の大雨で空調システムに不具合が生じたようだ。このままでは全システムがダウンする危険がある。俺は迷うことなくメインサーバーの緊急シャットダウンを実行し、ルーターとスイッチを再起動。その間に空調の設定を手動で調整した。10分後、システムを順次立ち上げていく。いくつかのエラーはあったが、設定ファイルを手早く修正していった。30分後、診察室のモニターに再び映像が映し出されたとき、スタッフたちから安堵のため息が漏れた。水口所長は満面の笑みで俺に駆け寄ってきた。そして、俺の腕に手を置いた。そのぬくもりに少し戸惑う。倉橋さん、本当にありがとう。あなたがいなかったら、今日一日が台無しになるところだったわ。いえ、仕事ですから。俺は淡々と答え、診察室から出ようとした。しかし、その時、彼女は俺を呼び止めた。倉橋さん、ちょっといいかしら。事務所の方へ案内された俺は、彼女の真剣な眼差しに少し緊張した。さっきのトラブル対応、見事だったわ。あなたすごい能力をお持ちね。いえ、基本的なことをしただけです。謙遜しないで。あなたみたいな技術者がもっと積極的に意見を出してくれたら、このセンターも改善できるはずよ。水口所長は微笑んだ。が、俺は何も返さなかった。能力があるんだから、もっと主張した方がいいわ。特にシステム面での改善点とか、あなたなら色々と気づいてるでしょ。俺は言葉に詰まった。確かに、このセンターのシステムには効率化できる部分がたくさんあることは分かっていた。でも、私のような素人じゃ気づかない改善点があるはず。あなたの力を貸してくれないかしら。俺は黙ったまま視線を床に落とした。水口所長は窓際に歩み寄り、外の桜並木に目をやった。私、この町の出身なの。子供の頃、重い喘息があって、発作が起きると夜中でも遠くの病院まで連れて行かれたわ。山道を走る車の中で息ができなくて苦しんでた記憶が
今でも鮮明に思い出せる。だから医者になったの。彼女の横顔が夕日に照らされて柔らかく輝いていた。でも、単に医者になるだけでは、私みたいに遠くの病院まで行けない患者さんは救えないって気づいたの。だから、このテレメディカルセンターを立ち上げた。その時、初めて自分の仕事に誇りを持てたわ。患者さんのありがとうの言葉が私の宝物なの。赤字続きで、いつ閉鎖になってもおかしくないってわかってる。でも、ここを利用している人たちの笑顔を守りたい。それが私の誇りなの。水口所長は振り返り、俺の目をまっすぐ見つめてきた。この前、サギちゃんのお母さんから手紙をもらったの。娘が笑顔を取り戻したのは、このセンターのおかげですって。これが私の原動力。倉橋さん、あなたの原動力は何？俺は言葉に詰まった。今の自分にはそんなものはない。ただ淡々と日々を過ごす。それだけだ。いつか、あなたにも見つけてほしいな。自分の誇りを。そう言って、彼女は微笑んだ。その時、思わず声が出た。水口所長、システムの最適化なら、いくつか案があります。遠隔診療の安定性を上げるために、冗長化構成を組めば、今日みたいなトラブルも防げます。あと、予約システムも改善できる点がいくつかあります。患者さんの使いやすさを考えると、インターフェースをもっと直感的にできます。言葉が止まらなくなっていた。久しぶりに自分の専門知識を語る自分がいた。水口所長はそれを目を輝かせて聞いていた。素晴らしいわ。それぜひやってみましょう。熱心にうなずく彼女を前に、不思議と胸が熱くなるのを感じた。深夜の静まり返ったセンターで、俺はキーボードに向かって最後のコードを打ち込んでいた。あの日の水口所長との会話から気がつけばもう1ヶ月が経っていた。その間に少しずつ自分の殻を破り始めている自分がいた。まず取り組んだのはオンライン診療システムの安定性向上だった。バックアップサーバーを構築し、メインシステムに障害が発生した場合でも10秒以内に自動的に切り替わる冗長構成を組んだ。さらに旧式だった通信プロトコルを最新のものに刷新し、低速回線でも途切れにくい独自の圧縮アルゴリズムを実装した。倉橋さん、昨日のサギちゃんの診察、一度も途切れなかったわ。看護師長の松本さんが驚いた顔で報告してくれたときは少し照れくさかった。当たり前のことですよ。そう言いながらもどこか誇らしい気持ちがあった。次に手をつけたのは患者向けのインターフェースだ。高齢者でも直感的に操作できるよう画面の構成を一新した。文字サイズを大きくし、色のコントラストを強調。必要なボタンを厳選して画面をスッキリさせ、音声ガイダンス機能も追加した。倉橋さん、すごいわ。ご高齢の患者さんがこんなに簡単になって助かるって言ってたわよ。水口所長の嬉しそうな顔を見ると、もっと改善したいという気持ちが湧いてきた。俺が最後に取り組んでいたのは遠隔モニタリングシステムだった。慢性疾患を持つ患者が自宅で測定したバイタルデータをリアルタイムでセンターに送信できる仕組みを構築した。異常値が検出されれば自動的にアラートが発せられ、早期対応が可能になる。これで完成だ。エンターキーを押すと新しいシステムが起動した。シンプルながらも機能的な画面が表示される。翌朝、センターに着くと、水口所長が俺を事務所に呼んだ。倉橋さん、素晴らしいわ。先月の収入が前年同月比で 23% 増加したのよ。患者数が増えて診察効率が上がったおかげで、初めて単月黒字になったの。水口所長はデスクに広げられた資料を指さした。それはセンターの収支表だった。俺は言葉を失った。まさかシステム改良がこんなにも経営状況に直結するとは。ありがとう、倉橋さん。あなたのおかげよ。いえ、俺がしたのはシステム改良だけで。それが全てを変えたの。患者さんからの評価も上がって、口コミで新しい患者さんが増えているのよ。彼女は真剣な表情で言った。俺の胸に温かいものが広がった。その夜、帰り道に桜並木を見上げた。まだつぼみだった桜が今にも咲きそうに膨らんでいた。水口所長の言った誇りという言葉の意味が少しずつ分かりかけているような気がした。雨の夜、
診察がすべて終わった後のセンターは静かだった。俺は最後のシステムチェックを終え、帰ろうとしたところで、所長室から漏れ出る小さな光に気づいた。ノックすると、中から水口所長の疲れた声が返ってきた。どうぞ。ドアを開けると、彼女はデスクの前で資料の山に囲まれていた。髪は少し乱れていて、目の下には疲労の色が滲んでいた。倉橋さん、まだいたの？最終チェックをしていました。所長もまだ仕事ですか？ええ、来週の医療審議会の資料作りで。彼女は言いかけて、ため息をついた。窓の外では雨が強くなり、窓ガラスを打つ音が部屋に響いていた。手伝いましょうか。思わず口から出た言葉に自分でも驚いた。彼女は少し戸惑ったように俺を見つめ、それから小さく微笑んだ。助かるわ。実はプレゼン資料を作らなきゃいけないんだけど、苦手で。水口所長がそんな弱みを見せるなんて珍しい。普段は完璧な彼女が、今は少し肩を落として見えた。任せてください。俺はデスクの反対側に座り、彼女が作りかけていた資料に目を通した。内容はいいのに、見せ方がどこか平板だった。所長の伝えたいことは何ですか？このセンターの存続の必要性よ。他の施設との差別化ポイントを示して予算配分の優先度を上げてもらいたいの。わかりました。俺はキーボードを打ち始めた。グラフを作り、患者数の増加や診療効率の改善を視覚的に表現する。こういうことですかね。仕上がったスライドを見せると、彼女は目を丸くした。そうそう、それよ。素晴らしいわ。これなら審議会も納得してくれる。彼女の表情が明るくなるのを見て、胸が温かくなった。所長が少しうつむいた。本当にありがとう。実は学生の頃からこういう資料を作るのが苦手で、医師なのに変かしら。全然変じゃないですよ。誰にでも苦手なことはあります。へえ、倉橋さんは？俺ですか？他人と深く関わることかな。でも、最近は随分変わったわね。スタッフとも話すようになったし、患者さんからの相談にも答えてる。彼女が微笑んだ。雨の音が小さくなり、窓の外が少し明るくなってきたことに気づいた。雨上がりの夜空に一つだけ星が輝いていた。もう雨止んだみたいですね。俺が言うと、彼女も窓の外を見た。あら、ほんと。二人で空を見上げる沈黙の中、不思議と心地よい空気が流れていた。倉橋さんと話すと安心するわ。いつも私、一人で抱え込んでしまうから。あなたが来てくれて本当によかった。その言葉に胸が熱くなるのを感じた。自分が誰かの支えになれるなんて、久しぶりの感覚だった。俺こそ、水口所長に出会えてよかった。本心からの言葉に、彼女は少し頬をあからめた。所長なんて堅苦しいわ。鈴って呼んでくれていいのよ。私もイルカって呼ぶわね。わかりました、鈴さん。名前を呼ぶと、彼女は優しく微笑んだ。その夜、帰り道の雨上がりの空気はいつもより清々しく感じた。5月の爽やかな風が桜並木の葉を揺らす午後、センター内は異様な緊張感に包まれていた。朝のミーティングで感動ヘルスケアホールディングスによる買収交渉が始まったという話が突然発表されたのだ。俺がデスクで作業していると、松本さんが小声で話しかけてきた。倉橋さん聞いた？はい。どうなるんだろう。あの大手企業が買収したら、きっと効率化って名目で人員削減されるわよね。彼女の声には不安が滲んでいた。俺は黙ってうなずいた。感動ヘルスケアホールディングスは医療施設を次々と買収し、経営合理化を進めることで知られている大手企業だ。確かに経営は改善するが、その代償として非採算部門は容赦なく切り捨てられるという噂もある。センター内ではあちこちで小さな会話の輪ができていた。聞いたよ。村の診療所も買収されて半年で閉鎖されたんだって。でもこのままじゃセンターの赤字は続くばかりだからね。水口所長どう思ってるのかしら。俺は静かに立ち上がり、所長室へと向かった。ノックすると、中から疲れた声で、どうぞ、と帰ってきた。ドアを開けると、鈴さんはデスクに山積みされた書類を前に肩を落としていた。彼女は俺を見ると、少し表情を和らげた。買収の話よね。
朝突然県から連絡があって、感動ヘルスケアが正式に買収の意向を示してきたって。詳しいことは、まだ具体的な条件は示されてないけど、県としては赤字続きのセンターを切り離せるから前向きに検討してるみたい。すずさんはどう思ってるんですか？俺の質問に彼女は一瞬言葉を詰まらせた。反対よ、もちろん。ここがなくなったら通院が難しい患者さんが困るわ。山間部の高齢者やサギちゃんのような足の不自由な患者さん、彼らにとってこのオンライン診療は命綱なのよ。俺は黙って聞いていた。彼女の顔にはこれまで見たことのないような深い憂いがあった。部屋に沈黙が流れた。窓から差し込む陽光が彼女の肩に柔らかく降り注いでいる。俺にできることがあれば手伝います。すずさんは俺を見上げ、目を丸くした。あんた？はい。俺のシステムが患者さんの役に立っていると言われて、初めてこの仕事に誇りを持てました。そのシステムが消えるなんて俺も嫌ですから。彼女の目にわずかに光が戻ってきた。俺はうなずいた。まずは、このセンターの価値を数字で示す必要があります。患者データを分析して、このセンターがなかったら、どれだけのコストが別の形で発生するか。例えば、救急搬送の増加や、重症化による医療費の増大。それを定量的に示すんです。俺は席に戻り、システムにアクセスした。過去3年分の患者データを引き出し、分析し始める。それから、ここ数ヶ月のシステム改善で成果も出始めています。この傾向を延長していけば、赤字幅は確実に縮小します。その予測モデルも作りましょう。少しずつ、俺の脳内でアイデアが形になっていった。すずさんの表情にわずかな希望の色が戻ってきた。イルカ、あなたがいてくれて本当によかった。彼女は小さく微笑んだ。まだ何もできてませんよ。いいえ、あなたが諦めないでいてくれるだけで、私も頑張れる。彼女の目には決意の光が宿っていた。そのきらめきに俺は胸を打たれた。必ず、このセンターを守りましょう。俺の言葉に彼女は力強くうなずいた。窓の外では5月の風が桜の葉を揺らし、柔らかな光の粒を床に散らしていた。数日後、感動ヘルスケアホールディングスからの査察チームが今日訪れるという連絡が入り、センター全体が緊張感に包まれていた。打ち合わせの準備を終え、俺は資料を手に会議室に向かっていた。イルカ、準備はいい？すずさんが会議室の前で俺を待っていた。彼女は普段着ないスーツを着て緊張しているのか、指で髪を軽く触っている。大丈夫です。データも揃いました。ありがとう。俺は静かにうなずき、会議室のドアを開いた。中に入ると、すでに数人のスーツ姿の男女が席についていた。県の医療行政担当者と感動ヘルスケアの代表だろう。そして、久しぶりだな、倉橋。声の主を見た瞬間、俺は足を止めた。久井。昔の同僚、久井義成が微笑みながら立ち上がってきた。彼は明るく手を差し出してきた。まさかお前がここで働いているとは思わなかったよ。元気にしていたか？ああ、元気にしてたよ。俺は戸惑いながらもその手を握った。その瞬間、彼と過ごしたかつての開発チームの日々が頭をよぎる。俺たちが大手 IT 企業で同じプロジェクトを担当していた頃、吉成は誰からも好かれ、頼りにされる存在だった。後輩がちょっとしたミスをすれば、すぐに声をかけて修正方法を教えてやり、忙しそうにしているメンバーがいれば、あの明るい笑顔で励ましてくれた。困ったことがあったら何でも言えよ。俺はみんなの味方だからさ。そう言って豪快に笑う姿は当時のチームにとっての太陽だった。いつの間にか彼の周りには人が集まり、チームの和気あいあいとした雰囲気を作る中心にいつも吉成がいた。その姿は暗いオフィスでもパッと周囲を明るくしてくれるような存在感があった。そんな俺たちが今はこんな形で再会することになるなんて。元気そうで何よりだよ、倉橋。吉成は手を離すと、すっと表情を引き締めていった。会議が始まり、県の担当者からの説明、感動ヘルスケア側の方針説明と続いた。買収後は効率化という名目で、拠点の統廃合が検討されていることが明らかになった。それでは、センター側からの説明をお願いします。すずさんが立ち上がり、
俺が用意したデータを使ってプレゼンテーションを開始した。まず、このセンターのオンライン診療システムが地域医療に与えている影響について数値で示します。スクリーンに俺が夜を徹して作成したグラフと表が映し出された。過去3年間のデータを分析した結果、このセンターが提供するオンライン診療によって地域の救急搬送件数が 23% 減少しています。これは年間約1200万円の医療費削減効果があります。また、慢性疾患患者の定期的な遠隔モニタリングにより、重症化予防効果が見られ、入院日数の短縮にもつながっています。こちらのグラフは、システム改良後の収支改善傾向を示しています。すずさんは熱を込めてデータを説明していった。それが終わると、感動ヘルスケアの役員たちは小声で話し合い始めた。吉成は黙って資料に目を通していた。詳細なデータだな。さすが倉橋。ありがとう。だが、感情に訴えるだけでは経営判断は変わらない。彼は少し声を落とした。感情じゃない。事実だ。このセンターには価値がある。俺は静かに答えた。吉成は少し考え込むように窓の外を見た。俺は資料を手に真剣に言った。吉成、どうかこの施設を残してほしい。ここは赤字だけれど、ここにしかできないことがある。患者たちの命綱なんだ。彼は俺の目をじっと見つめ、そして小さく息を吐いた。そして、冷徹な表情で俺を見た。倉橋、お前はいつも現実が見えていない。こんな利益にならない施設など、いくら潰しても構わない。地方の老人や障害者のために、会社が損失を抱える義理はないんだよ。その言葉の冷たさに、俺は言葉を失った。冗談だろ？お前がそんなことを言うなんて。冗談？ビジネスに感情は不要だ。俺たちは慈善事業をしているわけじゃない。投資家への責任がある。吉成は嘲笑うように眉を上げた。倉橋、お前は相変わらず甘いな。だからいつまでも出世できないんだ。この施設は買収後、速やかに閉鎖する。地域医療、患者の命、そんなものは知ったことではない。俺は怒りと悲しみが入り混じった感情に襲われた。かつて尊敬していた同僚が、こんな冷酷な人間になっているなんて。吉成、お前、変わってしまったな。彼は一瞬だけ動きを止めた。だが、すぐに表情を引き締め、会議の参加者全員に向かって冷ややかに言い放った。本日の協議の結果、感動ヘルスケアホールディングスによる桜テレメディカルセンターの買収は基本的に合意に至ったものとします。県の担当者が小さくうなずき、すずさんは顔を青ざめさせていた。正式な手続きは来週から始めます。統合計画の詳細については追って連絡します。以上で本日の会議を終了します。参加者たちが席を立ち始める中、俺は呆然と資料を見つめていた。あれだけ準備した数字も、患者たちの声も、何一つ相手の心を動かさなかった。吉成はさっさと書類をカバンに詰め、会議室を出ようとしていた。俺は立ち上がり、彼を追いかけた。吉成！廊下で彼を呼び止めると、吉成は少し迷惑そうな表情で振り返った。まだ何か？何を言われても撤回をするつもりはない。その視線の冷たさに、俺は言葉をなくしてしまった。しかし、なんとか言葉を絞り出す。そういえば、妹さんは元気。思わず、口から出た言葉に、吉成の表情が一瞬こわばった。何の話だ？妹さんだよ。病気で入院していて、手術費用が必要だって言ってたじゃないか。吉成の目が冷たく細まり、左右を見回した後、低い声で言った。妹なんていない。え？妹なんていない。あれは嘘だ。お前を利用するための、ただの口実だ。出世競争で生き残るためには、時に他人を踏み台にすることも必要なんだ。吉成は小さくあざけるように笑った。俺は足から力が抜けていくのを感じた。壁に寄りかからなければ、その場で崩れ落ちていたかもしれない。ずっと、騙されていたのか。声に出した言葉が自分の耳に虚しく響いた。吉成は腕時計を見ながら言った。じゃあこれで、次会うのは正式な手続きの時だ。彼は何の躊躇もなく背を向け、センターの出口へと歩いていった。その背中は、かつて同僚として信頼していた吉成のものとは思えないほど冷たく、遠く感じられた。吉成たちが帰った後、会議室には重苦しい沈黙だけが残された。
俺はただ呆然と手元の資料を見つめていた。全身から力が抜け、足がかすかに震えているのを感じる。イルカ、大丈夫？すずさんの指が俺の肩に触れ、ようやく我に返った。ああ、すみません。俺は乾いた声で答えた。喉が焼けるように痛む。ちょっとお茶を飲みましょう。すずさんは俺の腕を取り、休憩室へと導いた。テーブルに座ると、彼女は紙コップに緑茶を継ぎ、俺の前に置いてから隣に腰掛けた。イサイさんとは知り合いだったのね。すずさんの問いかけに俺はゆっくりとうなずいた。元同僚です。随分と冷たい人ね。同僚だったのにあんな言い方を。すずさんの声には怒りが滲んでいた。彼女は俺のことを心配してくれている。その温かさが今の俺には痛いほど染みた。昔はあんな人間じゃなかったんですよ。明るくて誠実なやつでした。あの頃の吉成の姿がまぶたの裏に浮かぶ。いつも笑顔で同僚に声をかけ、困っている後輩に手を差し伸べていた。彼の姿が、俺たちは同じプロジェクトで働いていました。病院向けの新しい電子カルテシステムの開発です。開発は順調に進んでいたんです。最終テストの段階まで。俺は言葉を選びながら話した。あの日のことは今でも鮮明に思い出せる。その日はオフィスが騒然としていた。システム開発部全体が緊張に包まれ、上層部が会議室に集まっていた。誰かのミスで医療システムに重大な欠陥が見つかったのだ。幸い、実運用前の最終チェックで発見されたが、もし見逃していれば、患者データの大量消失につながっていたかもしれない。そんな中、携帯が震えた。画面には、久井義成の名前が浮かんでいた。どうした？倉橋頼む！今すぐ来てくれ！ビートの休憩室だ！何も言い返す間もなく電話は切れた。不安を感じながら、俺は指定された場所へ向かった。そこには、顔面蒼白の義成がいた。俺の姿を見ると、義成は駆け寄ってきた。その目は赤く、涙に濡れていた。今回のシステムバグ、俺がやらかしたんだ。お前が。ああ、昨日のコミットで、検証不足のコードをプッシュしてしまった。重大な計算ミスが含まれていて、上は犯人を探してる。このままだと間違いなく左遷だ。最悪、クビになるかもしれない。義成は頭を抱えた。俺には妹が入院しているんだ。難病で、来月、大きな手術をする予定なんだ。その費用のために一生懸命働いていて、集中力が落ちていたのかもしれない。もしクビになったら、妹の手術費が。彼は俺の肩をつかみ、まっすぐに目を見た。倉橋頼む。俺の代わりに責任を取ってくれないか。は？お前ならこのミス、簡単に修正できるだろ？ならその過程で見つけたことにして、自分のミスだと報告してくれ。義成の目から涙が溢れ出た。彼は膝をつき、頭を下げた。頼む。彼女を救えるのは俺だけなんだ。そこまで言われて、俺は言葉を失った。わかった。俺が何とかする。俺は重い口を開いた。そうして、俺は自分のミスだと上層部に報告したんです。プロジェクトマネージャーは激怒しました。こんな初歩的なミスをするなんてって。すずさんは黙って聞いていた。俺は紙コップの中の緑茶を一口飲んだ。もう冷たくなっていた。当然、俺はプロジェクトから外されました。そして開発部から地方支社のサポート業務へ左遷されることになりました。でも、そこでの仕事は、俺の技術を全く活かせないものでした。毎日苦痛でしかなくて。それで結局退職したの？はい。俺は小さくため息をついた。俺は、左遷も会社を辞めることになったのも、全部受け入れてきました。彼の妹さんのためだと思って。でも、全部嘘だったんです。義成は自分が出世するための踏み台に、俺を使っただけだった。あの涙も、あの真剣な表情も、全部演技だったんだ。俺はおえつをこらえようとしたが、どうしても声が震えてしまう。喉の奥がはち切れそうに熱くなり、目の奥がじわじわと熱を持つ。男のくせに情けない。そう思いながらも止めることができなかった。すずさんは黙って俺の話を聞いていた。そしてゆっくりと立ち上がり、窓辺に歩み寄った。外では桜の木々が風に揺れていた。彼女はしばらくそこに佇み、深呼吸をした後、静かに振り返った。イルカ、あなたは
誰かを助けたいという純粋な気持ちで行動した。たとえその相手が嘘をついていたとしても、あなたの心は本物だった。それが大切なことよ。彼女の言葉に、俺は顔を上げた。すずさんの横顔は、午後の陽光に照らされて、柔らかく輝いていた。俺はゆっくりと立ち上がった。窓の外を見ると、桜並木の向こうに沈みかけの太陽が見えた。今、俺の目の前には、本当に俺の力を必要としている人たちがいる。山奥に住む老夫婦も、車椅子の少女も、このセンターがなければ医療を受けることさえままならない。俺のシステムが彼らの命綱になっている。深く息を吸い込んだ。ありがとうございます、すずさん。俺はもう二度と大切な場所を壊させない。今度こそ守り抜きます。俺は久しぶりに自分の中に火が灯るのを感じた。すずさんの目が輝き、彼女は力強くうなずいた。ありがとう、イルカ。彼女の笑顔に俺の決意は固まった。窓の外では風に揺れる桜の枝が夕日に照らされて赤く染まっていた。夜半過ぎの雨音が自宅マンションの窓を柔らかく叩いていた。俺はベッドで明日の対策会議のことを考えていた。感動ヘルスケアの買収提案から3日が経過し、俺とすずさんは水面下で反対運動を進めていた。自治体や患者会への働きかけ、メディアへの情報提供、そして何よりセンターの価値を証明するためのシステム改良に没頭する日々。夜の静けさの中、ふと携帯が震えた。画面を見ると、すずさんからだった。時刻は午前2時を回っている。もしもし、すずさん？イルカ、大変なの。センターの全システムがダウンして、診療システムが一切動かないの。俺は跳ね起きた。いつからですか？30分くらい前かしら。当直のスタッフから連絡があって、私もすぐに駆けつけたの。サーバールームの警告ランプがすべて点灯していて、イルカお願い、来てくれない？すぐ行きます。それまでは何も触らないでください。俺は電話を切り、急いで服を着替えた。窓の外は土砂降りの雨。センターまで車で15分。一刻を争う状況だ。センターに着くと、夜間診療の明かりだけがついていた。だが、普段なら静かなはずの時間帯に、玄関には数台の車が止まっている。俺は急いで入り口に向かった。ドアを開けると、松本看護師長が血相を変えて駆け寄ってきた。倉橋さん、来てくれて本当によかった。もう大変なのよ。俺は無言でうなずき、サーバールームへと急いだ。廊下を進むと、診察室の前に数人のスタッフが集まっていた。その中心に、すずさんの姿があった。すずさん！俺の声に彼女が振り返った。髪は乱れ、表情には深い憂いが刻まれている。周囲のモニターはすべて黒く、診察室内の大型スクリーンには、接続エラーの文字だけが赤く点滅していた。状況を教えてください。午前1時20分頃、当直の看護師が緊急コールを受けたの。山奥の高齢患者からで、急に胸痛が起きたって、オンライン診療で確認しようとしたら、突然画面が真っ暗になって。診察室の奥から若い医師が声をかけてきた。システムが完全に機能停止しています。救急隊を手配しましたが、あの山道では到着まで1時間以上かかる見込みです。すずさんの顔が青ざめた。俺たちは急いで2階へと向かった。サーバールームに入ると異様な光景が広がっていた。通常は整然と青く点滅しているはずのランプがすべて赤く点灯している。警告音が部屋中に鳴り響き、モニター画面には無数のエラーメッセージが表示されていた。これは、俺はサーバーラックに駆け寄り、メインコンソールを操作した。ログイン画面さえ表示されない。完全にシステムがロックされている。俺は深呼吸して冷静に状況を分析した。これは通常の障害じゃありません。誰かが意図的にシステムを攻撃しています。攻撃？ハッキングってこと？はい。俺は別のターミナルからバックアップシステムへのアクセスを試みた。だが、そのアクセス権限すら奪われている様子だった。見てください。これは特定の IP アドレスからの集中攻撃です。ファイアウォールを突破し、バックアップシステムまで無効化しています。さらに、患者データベースへの不正アクセスの痕跡もあります。すずさんの顔から血の気が引いた。患者情報が漏洩したの？可能性はあります。だけど今はシステム復旧が先決です。俺は素早くキーボードを叩き始めた。攻撃の手口を見る限り、これは素人の仕業ではない。サーバーの深部まで侵入されている。通常の方法では
復旧不可能な状態だ。俺は額の汗を拭いながら自分だけが知る裏コマンドを入力していく。その時、すずさんの携帯が鳴った。彼女が電話に出ると表情が一変した。落ち着いてください。わかりました。今何とかしてますから。すずさんの声が震えている。電話を切った彼女の顔は青ざめていた。どうしたんですか？俺が聞くと、彼女は絶望的な表情で答えた。サギちゃんのお母さんから、サギちゃんに発作が起きてるって。救急車は？もう呼んであるけど、山間部だから到着まで40分以上かかるって、それまで待てない。俺は集中してタイピングを続けた。だが、システムは依然として反応しない。攻撃者は本当に巧妙だった。通常のアクセスルートは全て遮断されている。ダメだ。通常の方法では入れません。このままだと復旧に数日はかかります。そんな、もう終わりだわ。すずさんは壁に寄りかかり、ゆっくりと崩れ落ちるように床に座り込んだ。彼女の表情から希望が消え失せていく様子がサーバールームの赤い警告灯に照らされて痛々しく見えた。周囲のスタッフたちにも動揺が広がっていた。どうするんですか？山の老夫婦が胸痛を訴えてるって連絡があったのに。パニックに陥った声が部屋中に飛び交う。その混乱の中、俺は静かに立ち上がった。皆さん落ち着いてください。まず、すべきことを整理します。俺の声に少しだけ周囲の混乱が収まった。俺は素早く指示を出し始めた。松本さん、紙のカルテバックアップはありますよね。至急持ってきてください。重症患者リストと緊急連絡先を確認します。松本さんはうなずくと素早く部屋を出て行った。すずさん、サギさんは何の薬を服用していますか？彼女は顔を上げ、混乱した表情で答えた。ステロイドと気管支拡張剤よ。彼女の家には常備薬がありますか？でも彼女一人では適切な量がわからないわ。お母さんも医療知識がないから、緊急時の対応が。俺は冷静さを保ったまま、近くにいたスタッフに向き直った。サギさんのお母さんに常備薬の正確な使用方法を伝えてください。救急車が到着するまでの応急処置が必要です。スタッフがうなずき、急いで電話に向かう。混乱が続く中、俺はサーバーラックに向かった。俺はシステム復旧に集中します。誰も触らないでください。そして、椅子に座ると、素早く端末を操作し始めた。通常のログイン画面は完全に無効化されているが、このシステムには俺だけが知るもう一つの入り口があった。俺は複雑なコマンドラインを入力していく。その時、松本さんが紙のファイルを持って戻ってきた。これが緊急連絡先リストです。ありがとうございます。チームに分かれて電話連絡を始めてください。特に容体の不安定な患者さんを優先して。俺は一瞬だけ顔を上げたが、すぐに画面に集中を戻した。一時的な防御壁を構築し、次にメインサーバーのバックアップから最小限の機能復旧を行う。カタカタとキーボードを打つ音だけが静まり返った部屋に響く。やがて、モニター画面の色が変わり始めた。緊急対応モードを起動します。俺がエンターキーを押すと、サーバーから低いうなり声がし、警告ランプの色が赤から黄色に変わった。これで、最低限の遠隔診療機能が復活します。ただし、一部の患者さんとしか接続できません。直近でアクセスがあった上位10件です。おそらく、サギさんも含まれているはずです。そう言って、俺が別のコマンドを入力すると、診察室のメインモニターがちらつきながら点灯し始めた。すずさん、診察室に戻ってください。サギさんと接続できるはずです。本当に？はい、急いでください。彼女は立ち上がり、診察室へと走り出した。その姿を見送りながら、俺はさらに複雑なコマンドを入力し続けた。次は、攻撃者の痕跡を追跡して、侵入経路を遮断します。モニターには、複雑なログ情報が流れていた。そのスピードは通常の操作とは、比べ物にならないほど速く、スタッフたちは呆然と、俺の手元を見つめていた。倉橋さん、一体どうやって？医師の一人が驚きの声を上げた。俺は答えずに作業を続ける。この瞬間、患者の命がかかっている。説明をしている時間はない。攻撃元を特定した俺は、サブシステムを起動させ、ログデータを外部メディアにコピーした。続いて、俺はさらに深部へと進んでいった。メインバックアップを起動させます。俺がエンターキーを押すと、サーバーラックの青いランプが、一斉に点滅し始めた。システムが順次、再起動していくのがわかる。これで、
約 70% の機能が復旧します。全システム復旧まであと15分ほどかかりますが、基本的な診療機能は使えるようになりました。俺は立ち上がり、診察室へと向かった。ドアを開けると、すずさんがモニターの前で、サギさんと話していた。サギさんの顔色は、すでに良くなりつつあるようで、横では、救急隊員らしき人影も見えた。イルカ。すずさんの顔には、さっきまでの絶望感は消え、喜びと驚きの表情が広がっていた。サギちゃんの容体が安定してきたの。救急隊が到着して、今必要な処置をしてもらってるわ。彼女は俺に駆け寄り、両手で俺の手を握った。信じられないわ。あれだけのトラブルをたった30分で復旧できるなんて。イルカ、あなたは一体何者なの？すずさんの瞳には驚きと安堵、そして何より疑問が浮かんでいた。部屋に集まったスタッフたちの視線が一様に俺に向けられていた。誰もがすずさんと同じ疑問を抱いているはずだ。俺は深く息を吸い、決断した。もう隠す必要はないだろう。答えは単純です。俺がこのシステムを作ったからです。え？すずさんの目が大きく見開かれる。周囲からも小さな驚きの声が漏れた。俺は桜テレメディカルシステムの開発リーダーだったんです。このセンターが開設される前、大手 IT 企業に所属していた時に、通常のアクセス権限では触れない部分も設計者なら介入できる。そのために残しておいた非常用のバックドアがあったんです。俺は少し苦笑いした。突然の告白に自分でも少し恥ずかしくなる。すずさんの表情が驚きから理解へと変わっていく。だから、あなたはこのシステムのことを誰よりも知っていた。ええ。だからこそ、今回のような攻撃にも対処できたんです。部屋の空気が緊張から興奮へと変わっていった。だからあんなに手際が良かったんだ。スタッフたちの間から驚きのつぶやきが聞こえる。すずさんは俺の両手をさらに強く握った。その目には涙が光っていた。なぜもっと早く言ってくれなかったの？必要なかったからです。ただの IT スタッフとして日常のメンテナンスをするだけで十分だと思っていました。でも、今回の件で分かりました。このシステムを守るためには全力で戦う必要があると。もっとシステムを改良していきます。このセンターを守るために。すずさんは力強くうなずいた。俺は窓の外を見た。夜明けの光が少しずつ山々を照らし始めていた。サイバー攻撃から1週間が過ぎた木曜日の午後。センターの業務は通常通りに戻り、診察室からは患者さんとの談笑の声が聞こえてくる。俺はサーバールームでシステムの強化作業に取り組んでいた。倉橋さん、お客様です。松本看護師長の声に振り返ると、彼女の後ろには見覚えのあるスーツ姿の男性が立っていた。久しぶりだな、倉橋。東條さん。元の会社、感動ヘルスケアホールディングスの開発部長だ。俺が辞める前まで直属の上司だった男性は、相変わらず洗練された身なりで、少し白髪が増えたものの、威厳ある態度に変わりはなかった。俺は松本さんに一言断ってから、東條さんと一緒に病院の裏手にある小さな中庭へと向かった。俺たちはベンチに腰掛けた。東條さんはまっすぐに俺の目を見た。早速本題に入るが、倉橋。うちの会社に戻ってきてほしい。風が桜の葉を揺らし、かすかな音を立てた。先週のサイバー攻撃のことは聞いているよ。誰も対応できない危機的状況で、君がシステムを復旧させた。その話は業界内であっという間に広まった。俺は少し驚いた。あのトラブルが業界レベルで話題になっているとは思わなかった。東條さんは前のめりになった。君のテレメディカルシステムは会社の誇りだった。だが、君が去った後、誰もあれほど完璧に運用、管理できる者はいなかった。開発チームは改良を試みたが、君のコードの深さを理解できなかった。彼は一息ついてから続けた。今、医療テクノロジー分野は急成長している。当社も新たな大型プロジェクトを立ち上げた。国内全域をカバーする次世代医療システムの構築だ。倉橋、君にはそのリーダーになってほしい。俺は黙って聞いていた。待遇は破格だ。年収は前の3倍。チームは20人。予算も十分につく。何より、君の才能を存分に活かせる環境を用意する。これが正式なオファーレターだ。条件の詳細は中に記載してある。東條さんは内ポケットから封筒を取り出した。俺はゆっくりと封筒を受け取った。重みがある。
中庭に静けさが広がった。遠くから子供たちの歓声が聞こえる。俺はその声を聞きながら口を開いた。条件が2つあります。このテレメディカルセンターを潰さないこと。そして、俺の拠点をこのセンターに置くこと。俺は、ここで困っている人たちを、これからも支援したいんです。東條さんは腕を組み、しばらく考え込んだ。俺は書類を手に持ち、続けた。こんな破格の条件を提示できるということは、会社は俺のスキルに相当の価値を見出しているはず。だったら、小さなセンターの存続くらい、会社にとって安いものじゃないですか。東條さんは黙ったまま、しばらく俺を見つめた。そして、ゆっくりと立ち上がった。わかった。役員会に相談してみよう。君ほどの人材なら、特例も不可能ではないかもしれない。ありがとうございます。いい返事を待っています。東條さんはうなずき、そして中庭を後にした。一人残された俺は空を見上げた。雲一つない青空が広がっていた。心の中には不安もあったが、それ以上にこれからの可能性への期待があった。よし。俺は小さくつぶやいた。このセンターを守るため、そしてより多くの人々を支えるためには大きな力が必要だ。今回の交渉が成功すれば、両方を手に入れることができる。センターに戻る途中、診察室から鈴さんの明るい声が聞こえてきた。その声に俺の決意はさらに固まった。守るべきものがここにはある。感動ヘルスケアホールディングスからの買収条件の最終回答が届く日。朝からセンターの雰囲気は重く沈んでいた。俺はサーバールームで最後のデータバックアップを取っていた。そこへ鈴さんが息を切らせて飛び込んできた。イルカ、買収条件が変更になったの。センターの存続が決まったわ。彼女の手には一枚の書類が握られていた。震える指先で俺に差し出す。俺はその書類に目を通した。桜テレメディカルセンターは感動ヘルスケアホールディングスの完全子会社となるものの、センター機能と現スタッフは維持。さらに設備の近代化投資も約束されていた。やった。その声は俺の口から漏れたものだったが、鈴さんは小さく笑った。ニュースはあっという間にセンター中に広がった。廊下に出ると、スタッフたちの顔に安堵の表情が広がっている。医師の一人が俺の肩を叩き、松本さんは目に涙を浮かべていた。診察室では、モニターに映る患者たちの喜びの声が重なり合っていた。山奥の老夫婦は何度も頭を下げ、スギさんはその小さな手を胸に当て、ありがとうと伝えてきた。窓の外では、桜の枝が風に揺れ、優しい日差しが部屋を満たしていた。感動ヘルスケアホールディングスとの契約が決まって数日後のことだった。俺が新たなシステム連携の設計図を描いていると、事務室の扉が乱暴に開かれる音がした。振り返ると、そこには吉成が立っていた。顔を真っ赤にして拳を握りしめている。彼は俺のデスクに駆け寄り、図面を手で払いのけた。倉橋！せっかくの昇進のチャンスを邪魔しやがって。その声には、これまでにない激しい怒りが含まれていた。スタッフたちがざわつき始め、仕事の手を止めて、この突然の来訪者に注目していた。何の話だ。とぼけるな！お前がセンター存続の条件を出したせいで、俺の昇進案が白紙になった。吉成は、俺のシャツの襟を掴んだ。俺は冷静に彼の手を振り払った。そうか。やっぱり、あのサイバー攻撃は、君が仕掛けたんだな。吉成の顔から一瞬で血の気が引いた。何の話だ？俺は知らないぞ。あれは、システムの弱点を詳しく知っている人の仕業でしかない。俺のシステムの弱点を知ってるのは、開発に携わった限られた人間だけだ。吉成の顔が引きつった。彼の額に汗が浮かび、唇がわずかに震えていた。違う！俺じゃない！そんなに言うなら証拠を見せてみろ。俺は冷静に証拠を提示しようとした。その時、事務室のドアが再び開き、車椅子に乗った少女が現れた。それは、サギさんだった。お兄ちゃん。弱々しいながらも、サギさんは芯の通った声でそう言った。俺は思わず息を飲み、吉成を見た。サギ！なぜここに？吉成の表情が驚愕に変わる。サギさんは車椅子を自分で操り、ゆっくりと部屋の中央へと進んできた。彼女の細い指が車輪を回すたびに静まり返った部屋に小さな音が響く。皆さん、この人は私の兄です。サギさんは
部屋にいる全員に向かって話し始めた。スタッフたちから小さなどよめきが上がった。サギさんは吉成に視線を向けた。その目には深い愛情と同時に悲しみが宿っていた。お兄ちゃんは私のために頑張って働いてくれていました。私の病気を治すために。でも、お兄ちゃんはどんどん変わっていった。私のためだと言って嘘をついて同僚を陥れて、それから会社でのし上がって、全部私のためだってことは分かってる。だけど、それは私が望んだことじゃない。吉成は困惑した表情をサギさんに向けた。彼女は涙を拭わずに吉成にまっすぐ向き合った。このセンターのおかげで、私は家にいながら治療を受けられるようになった。そのおかげで、お兄ちゃんと過ごす時間が増えたんだよ。なのにどうして、こんな大切な場所を壊そうとするの？でもサギ、お前の治療費を稼ぐためには、こうするしか。私は、あの頃の優しいお兄ちゃんのままでいてほしかった。どんなに病気が苦しくても、正直に生きていた頃のお兄ちゃんがそばにいてくれれば、それでよかった。吉成は膝をつき、サギさんの車椅子の前に崩れ落ちるように座り込んだ。彼女が自分に望んでいたものは、出世や金銭ではなく、かつての正直な兄だったのだ。吉成はうなだれながら拳を握りしめる。自分がやってきた行為を思い返すと、後悔と羞恥で全身が震えた。どうしたらいいんだよ、サギ。俺はもう、取り返しのつかないところまで来ちまった。サギさんは、車椅子の手すりを握りしめ、かすかに身を乗り出すと、吉成の肩にそっと手を触れた。見下ろす彼女の瞳には、悲しみと同時に、まだ兄を信じたいという思いが宿っている。お兄ちゃんは変われるよ。だって昔は何よりも人の役に立ちたいって言っていたじゃない。私のことも大事にしてくれて、その気持ちはきっと今もお兄ちゃんの中にあるよ。サギさんは両手で吉成の顔を包み込み、優しく微笑んだ。窓から差し込む陽光が兄弟の姿を優しく包んでいた。吉成はゆっくりと顔を上げた。彼は深く息を吸い込み、震える声で語り始めた。本当は、こんな方法は嫌だったんだ。だが、会社で生き残るために、手段を選べなかった。最初はごく些細なデータの処理を頼まれただけだったんだよ。経費の数字をちょっといじるとか、競合他社の情報を秘密裏に集めるとか。これは上の方針だからって言われてさ、当時はそこまで重大だとは思ってなかった。でも、そんな小さな不正を繰り返しているうちに、いつの間にか引き返せない場所まで来ちまった。途中でもうやめたいって申し出たこともあったんだ。でも、その度に、妹のことをちらつかせて脅してきやがった。このままじゃ手術費はどうなるってな。俺に選択肢なんか残されてなかったよ。結局、その言葉に縛られて、もう後戻りなんてできなくなっていたんだ。吉成は、サギさんの車椅子の前に膝をついたまま、俺たちの方を振り返った。サギがここを利用していることは知っていた。でも、センターの買収話が持ち上がった時、上からの命令を断れなかった。このまま言うことを聞かなければ、自分のポジションも危うくなる。彼は一瞬言葉を詰まらせた。サギさんが優しく彼の手を握った。その小さな励ましに、吉成は力を得たように続けた。妹さんのことは心配しなくていいと言われた。閉鎖が困ると言うなら、妹だけはちゃんといい病院のそばに住まわせてやるって。そんな甘い言葉に惑わされた。吉成の言葉の端々には苦さが滲んでいた。彼は俺の方に向き直り、まっすぐに目を見た。その瞳に映るのは、俺の知っている誠実な同僚の姿だった。倉橋、すまない。本当にすまなかった。あの時も、今回も全部俺が悪かった。俺はお前を裏切ったのに、それでもお前は詐欺のことまで気にかけてくれていた。吉成は深く頭を下げた。許してくれとは言わない。でも信じてほしい。これからは本当の意味で人のために働きたい。彼の言葉には偽りのない真実が宿っていた。俺は黙ったまま吉成を見つめていた。窓の外では桜の葉が風に揺れ、柔らかな光の粒を床に散らしていた。わかった。やり直すんだな。俺はようやく口を開いた。その声は自分でも意外なほど落ち着いていた。吉成は一瞬驚いたような表情を見せた後、力強くうなずいた。じゃあ一緒にやろう。あのサイバー攻撃はお前が単独でやったわけじゃないんだろう。黒幕を暴くのを手伝ってくれ。俺は彼に近づき、
手を差し出した。吉成は躊躇なくその手を取った。翌日、俺たちはセンターの一室に集まっていた。机の上には複数のモニターが並び、それぞれが異なる情報を映し出している。俺はキーボードを叩き、画面を開いた。俺が設計したシステムには、どんな攻撃があってもログが残る隠しトレースプログラムがある。吉成、君のアクセス記録だけじゃない。東條さんたちの命令系統まで全部終える。これは吉成は目を見開いた。そこには、買収に関わる一連の不正な指示系統が明らかになっていた。センターの赤字を意図的に膨らませるための数字の改ざん。設備投資を故意に却下した記録。そして、患者データを密かに収集していた痕跡。俺は静かに言った。彼らの本当の狙いは患者データだったんだ。アクセスしづらい地域の医療データは価値が高い。彼らはそれを収集し、製薬会社に売るつもりだった。鈴さんが息を飲むのが聞こえた。それは、患者のプライバシーの侵害よ。吉成は資料を確認しながらうなずいた。東條だけじゃない。役員の何人かも関わっている。俺にはそこまでの権限はなかったが、指示を受ける立場だったから気づいていた。改ざんされた資料もある。俺が持っている原本と比較すれば一目瞭然だ。彼は詐欺さんの方をちらりと見た。その目には決意の色が宿っていた。俺と吉成はそれから1週間、昼も夜も作業を続けた。セキュリティの穴をついて収集されたデータの痕跡を追い、不正なアクセスログを丁寧に紐解いていく。真実が明らかになるにつれ、東條さんたちの計画の全貌が浮かび上がってきた。証拠が揃った日、吉成は決然とした表情で言った。これを警察に提出しよう。俺は黙ってうなずいた。翌日、俺たちが集めたすべての証拠は、サイバー犯罪捜査の専門チームに手渡された。デジタルフォレンジックの専門家たちは、俺たちが用意した資料に目を見張った。これはかなり綿密な証拠ですね。捜査官の言葉に、吉成は静かに答えた。私も関与していました。すべての責任を取る覚悟です。それから数週間後、新聞やニュースは、感動ヘルスケアホールディングスの不正事件で持ちきりになった。東條さんを含む役員数名が逮捕され、会社は大きな痛手を負った。吉成は自首したことと、捜査への全面協力が考慮され、執行猶予付きの判決となった。事件の報道が落ち着き始めた頃、吉成と詐欺さんが俺に会いに来た。センターの中には、桜の木の下で、彼らは穏やかな表情を浮かべていた。俺たち、新しい町に引っ越すことにしたんだ。誰も知らない場所で、一から出直したい。詐欺と母と3人で、正直に生きていくつもりだ。吉成は少し恥ずかしそうに言った。詐欺さんは車椅子から兄を見上げ、幸せそうに微笑んだ。お兄ちゃんがウェブデザインの仕事を始めるの。私も勉強して、いつか一緒に仕事ができるようになりたいな。吉成は詐欺の肩に優しく手を置いた。それから深く息を吸い、まっすぐに俺の目を見た。倉橋、お前が止めてくれなかったら、俺はもっと取り返しがつかないことをしていた。止めてくれて本当にありがとう。吉成の目にわずかに涙が光った。俺たちは静かに握手を交わした。詐欺さんが車椅子から身を乗り出し、俺の手を取った。倉橋さん、私からもお礼を言わせて。お兄ちゃんを助けてくれて本当にありがとう。彼女の透き通るような笑顔に、俺は思わず微笑み返した。木々の間から差し込む光が、彼らの姿を明るく照らしていた。その光は、再生と希望の象徴のように思えた。夏の終わりを告げる夕暮れ時、センターの屋上で、俺と鈴さんは並んで腰掛けていた。眼下に広がる山々は夕日に染まり、赤銅色の美しいグラデーションを描いている。遠くの村の明かりが小さな星のように瞬き始めていた。もう3ヶ月が経ったのね。鈴さんの言葉に俺は静かにうなずいた。あのサイバー攻撃からの騒動、感動ヘルスケアとの交渉、そして吉成たちとの和解。あれから様々なことがあったが、センターは見事に生まれ変わっていた。新しいシステムも患者さんたちにすごく好評よ。彼女は微笑みながら言った。俺が開発した新しい遠隔診療システムは、これまで以上に安定性が高く、使いやすくなっていた。山間部の集落や僻地の患者さんたちからの感謝の声が日々センターに届いている。この間、吉成さんから連絡があったわ。詐欺ちゃん歩行訓練が順調だって。少しずつだけど、杖をついて歩けるようになってきたんですって。
そうですか。よかった。俺は心から安堵した。吉成と詐欺さんは新しい土地で着実に新生活を築き始めていた。吉成さんも変わったよね。ああ、人は変われるんですね。イルカも変わったわ。あなたは最初、誰とも話さなかったじゃない。でも今は、みんなイルカを頼りにしているわ。風が俺たちの間を通り抜けた。鈴さんの髪が揺れ、その香りがふわりと俺の方に漂ってきた。俺は照れくさくなって空を見上げた。鈴さんが小さく笑い、肩を寄せてきた。俺は彼女の方を向いた。夕日に照らされた彼女の横顔は言葉にできないほど美しかった。鈴さん。何？これからも一緒にこのセンターを守っていきましょう。もちろん。彼女はゆっくりとうなずいた。俺たちの指先がほんの少しだけ触れ合った。その時、下からスタッフが俺たちを呼ぶ声が聞こえてきた。倉橋さん、水口先生、みんなでバーベキューを始めますよ。鈴さんは立ち上がり、俺に手を差し出した。行きましょう。みんな待ってるわ。はい。俺は彼女の手を取り、立ち上がった。屋上を後にする前に、俺たちは振り返って夕暮れの風景を見た。山々の稜線、村々の明かり、そして移りゆく空の色、すべてが新たな始まりを告げているようだった。さあ、行きましょう。鈴さんの言葉に俺はうなずいた。俺たちは手をつないだまま、笑い声の聞こえる方へと歩き出した。俺は会社を辞めてからずっと周囲と距離を置いていた。感情を入れず、ただ与えられた仕事をこなす。それが自分を傷つけない方法だと思っていた。だけど、鈴さんが患者のために奔走する姿、そして自分自身がセンターを守るために声を上げたとき気づいた。本当の強さとは自分の力を人のために使うことにあるんだと。技術は人を助けるためにある。知識は誰かの未来を明るくするためにある。そして一番大切なのは誰かのために立ち上がる勇気だ。孤独な自分を守ることより誰かとつながり共に歩む方がずっと強くなれる。鈴さんとセンターの屋上から見た風景はこれからも変わらず美しいだろう。そして俺たちはこの景色を守るためにこれからも歩んでいく。俺たちの旅路はまだ始まったばかりだ。